皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは臨時でとある銘柄ご紹介したいんですけれども、おそらくご覧いただいている皆さんすでにご存知かと思います。今回取り上げる銘柄は6967新興電機工業。3月下旬に急騰を見せ、ついにはストップ高8861円まで一気に吹き上げました。具体的なデータをご紹介する前に簡単に経緯をおさらいいたしますと、新興電機工業は官民一体となって設立されたファンドと富士通による TOB、これが5920円でかかっていました。この TOB が成立したのが3月の19日、点線縦に入っているところで、その時の終値が5921円となりましたけれども、この翌営業日ですね、3月の21日に株価にわかに上昇し、6129円をつけます。この段階で TOB がかかっている銘柄、なぜ株価が上がり出したのだと、マーケットではざわつき始めましたが、その翌週月曜日3月24日には再び5920円のところまで下がってきた。しかしその後ですね、一気に急上昇を見せているわけです。この6129円にわかに上昇したタイミングで、とある空売り投資家が目をつけて、TOB 価格である5920円まで押し下げられる、理論的には売りが入ってくるはずだということで、かなり大きなポジションで空売りを行ってしまいました。一時はその思惑通りに株価下がりましたけれども、これ後ほどご紹介するロジック、理論上は TOB 価格まで下がるわけですけれども、これが実は単なる机上の空論に過ぎない。実際に行ってしまうと、とんでもなく需給が逼迫して、ご覧のように株価が急上昇する。そして、自らの首を絞めてしまうといったような状況になることを予見はできたんですけれども、気づかずに実行してしまったと。それが今回の新興電機工業を取り巻く事件となっています。ということで、ここからは具体的な今回の事件の顛末、データをご紹介しながらお話ししていきたいと思います。まず最初にご覧いただくのは大量保有報告の経緯ですね。3月19日に官民一体ファンドの04という株式会社、これが富士通と共同保有者としてそれぞれ 43.86%、50% の株式を確保したということで、合計 93.86% と TOB の成立となりました。株数にして約1億3000万株弱ですね。新興電工株を確保したということになっています。この比率 90% 超えということを聞いても、需給が逼迫する、空売りを仕掛けると燃え上がってしまうというのが、マーケットに詳しいご覧の皆さんだとすぐにイメージがつくかと思いますが、この2社による保有状況というのが過去にどのように推移してきたか、そしてこの比率 90% 超えと1億3000万株という数字がどれくらい重大なものかというのをグラフでご覧いただきますと、こちらですね。まずもともとは新興電工は富士通の子会社ということでしたので、いつ富士通が新興電工株を買ったのか、それが23年の12月、ちょうど 50%、6758万株を買ったタイミングですね。そして今回の25年の3月18日ですね。43.86% の5928万株確保ができたということで、新興電工株の流通全体が 100% だとすると、こちらの棒グラフで示している割合、大量保有報告によって保有がすでに確実なものとなっているグラフですので、裏を返せば、この上側、余白となっている部分が実質的には流通している状態の株ということになります。これが富士通の子会社化前だと 85%、富士通が買い占めることによって 40%、さらに直近3月19日以降はですね、わずか 5% 弱ということになりました。正確には 6.14% ですね。つまりもともとは85% 流通していたところで空売りを行ってもいつでも買い戻すことができるといったような状況からだんだんと比率が下がっていって、直近のところで空売りを仕掛けてしまった投資家というのは、投機家ですね。5% ちょっとしか流通していない株、これで勝負を仕掛けてしまったというある意味やらかしだったわけです。さて先ほど机上の空論と申し上げましたが、このとある空売り投機家が何を考えていたのか、この背景にはですね、その思い描いていたシナリオの一つに登場するのが ETF であったり投資信託といった長期投資での保有者、新興電工株は当然トピックスに組み入れられるような大型株ですので、彼らが保有を一定割合しているわけですね。ただその銘柄に対して今回 TOB がかかった
そして TOB 価格である5920円、これを超える株価が翌日6129円でついていたというふうになると、この空売りの投機家は ETF や投資信託といったトピックス連動型の運用をしているファンドが新興電工株を TOB 応募ではなくマーケットで売ってくるんではないかというふうに考えたわけですね。ただ結論から言いますと、指数連動型の彼らはまだ売りませんということになりました。というのもですね、これは業界では当たり前ですが、指数連動型のファンドでアクティブじゃない、どこまでも指数についていきますよというパッシブな運用をしている、ほとんどの運用資産の割合を占めているファンドたちは、指数からその銘柄が抜けない限り、つまり今回で言うとトピックスから新興電工株が除外されない限りは、いくらベタ張りであっても売りたくない。正確に申し上げますと、売ったら売ったで抜けた分の運用というのは別の手段でやることができるわけですけれども、今回はその話、事件の本筋とは関係ないので、またの機会にということで割愛いたしますが、空売り投機家の思惑とは違って売ってこなかったわけですね。しかもそもそもこの銘柄、すでにもう E が 90% 以上かかって成立した。残りの流通量というのは 5% 少ししかない。そういった銘柄です。この前提条件において、なぜ机上の空論になってしまうかというと、まず一つ目の要因は先ほど申し上げた指数から抜けない。なので売れないという理由。そしてもう一つは、この空売りの投機家が空売りを仕掛けようと思ったら株券を借りてこないといけないわけです。そして、その株券を借りてくる先というのは、証券会社を介したこの ETF であったり投資信託、年金運用のところからもう借りてくるしか残されていないわけですね。もうマーケットに残っている官民ファンドと富士通以外が持っている新興電工株はもう彼らぐらいしかないわけです。それを借りてきて売っているという状況であれば、もし ETF や投資信託の運用者が TOB 価格よりマーケットのプライスが上回っているのを見て売りたいなと思っても、その時点では先にこの空売りの投機家が彼らから借りてきてマーケットで売ってしまっていたわけですね。で、ETF 投資信託が仮に売ろうと思った時に、まず取らないといけない行動というのは、空売りの投機家から返してよということ、これを先にやらないといけないわけです。つまり、このわずかな新興電工株を TOB 価格5920円まで理論上押し戻されるためには、売るべき株券というのが少なすぎたわけです。そもそも ETF 投資信託長期保有のファンドは売らないですし、売ろうと思ったとしても、空売りの投機家と彼らとの間で取り合いをしているだけということになるので、結局空売りの投機家の立場から見ると儲けるチャンスというのはほぼないわけですね。なぜなら長期保有の ETF たちが売って株価を押し下げてくれる頃には先に返せと言われていることになるからです。もし万が一長期保有をしているファンドたちが売ると判断しても、先に空売りの投機家は返せと言われて返さなければいけないわけです。なので今回の事件というのは机上の空論だったにもかかわらず投機を仕掛けてしまったというシナリオだったわけですね。それでは具体的にデータをご覧いただきたいと思います。まずはこちら、ETF や投資信託といった長期保有のファンドがどれぐらい貸し出ししているかという比率と、貸し出しに対する両立、右軸ですね。そうすると2025年1月のところ、ここまでは非常に落ち着いていた展開でしたけれども、2月以降ですね、急激に貸し出し比率が上がってくる。このこと自体は TOB がかかる銘柄でよくあることで、わずかな鞘取りでも狙っていこうと考えている投機家が少しでも長く持っていく ETF 投資信託のファンドから借りてくる。そういったことはままあるわけですけれども、これが何を示しているかというと、この時点で長期保有のファンド及び空売りの投機家の間で同じ株券を持ちつ持たれつ、貸しつ借りつといった状況であることを認識しなければいけなかったわけです。そして3月入る頃に一旦貸し出し株数が下がり両率が吹き上げている状況ですけれども、このタイミングで長期保有のファンドが一部 TOB かかっている新興電工株を返してと言ってきたんですが、空売りの投機家が返すほどの余裕もないと、ポジションとしてもマイナス出ているし、マーケットで集めてくることもできないということで、若干返せる分だけは返してへこんでいる状況ですが、それ以外のフェイルしてしまう部分、返せない部分に関しては両率を引き上げられるといったような再契約状況になっていると考えられます。そこからまた一度落ち着いているんですけれども、
おそらくこの段階になると再び返してと言ってくる長期保有のファンドが少し落ち着いてきたと、少なくなってきたというような状況ですね。では具体的にどこの空売り投機家がしくじってしまったのか、机上の空論を発動させてしまったのかと言いますと、これも皆さんご存知と思いますが、バークレイズキャピタルが貸しているところですね。おそらくバークレイズキャピタルは証券会社として仲介しているだけですので、その裏側に誰がいるかはわかりませんが、ここを介して空売りを仕掛けてしまった投機家が今燃え上がっているはずです。こちらは新興電工株の空売り状況を時系列に並べていますけれども、その中でバークレイズの部分に関してはハイライトをつけています。そして水色が空売りの構築、オレンジが買い戻しを示しているわけですけれども、まずですね、ご覧いただきたいのは直近のところ、3月19日、21日に空売りを行って、24、26と回収をしている。もはや TOB 終わってからドンパチと一人居残りでやっているわけですね。その他の証券会社も JP モルガンであったり、モルガンスタンレーなど、もっと他にも遡ればいますけれども、最も直近まで引っ張っていた他社であっても JP モルガンの年末年始のところまで、それ以外のところはもうすでにこの銘柄から手を引いているような状況でした。そして今度ご覧いただきたいのがこの割合のところ 0.5% を下回ってくると報告対象外となってきますので、 JP モルガンのところ 0.49% 出ていますけれども、これ以降の買い戻しに関してはわざわざ報告をする必要はありません。ですのでここからはもう内々に空売りのポジションが焼却されていっていると考えて良いでしょう。一方でバークレイズのところで矢印ついている 0.47% ですね。12月19日。ここからどんどん買い戻しを進めていけばよかったものをこの後ずっと持っているんですね。報告対象じゃないのになんでずっといるかわかるんだと。わかんない。正確にはわかりませんけれども、この63万9000株12月19日の時点で報告対象から外れた空売り株数。ここからですね、3月19日、再び空売りで入ってきた56万5900、これを足すとですね、ちょうど120万4900になるんですね。ということはこの63万9000株、3ヶ月近くずっと持っていたのかと考えるのが結構妥当なラインになってきます。で、この63万9000株の買い戻しまで進めていったタイミング、最も空売りが乗っていたのは11月20日の156万株、つまり11月20日までに作り上げた空売りのポジションの残りが未だに引きずっている可能性があると。この時の株価というのが5200円から5300円といったところですので、ここで空売りを仕掛けていると、もはや TOB 価格であってもだいぶ負けている状況ですね。で、そこから直近のところ、おそらく6129円になった時にバークレイズは締めたと思ったんじゃないでしょうか。この負け分を取り返せるんじゃないかと。もしかしたら長期保有のファンドたちが売ってきて TOB 価格をも下回って下がってくれるかもしれないみたいな淡い期待。ちょっとよくやりますけれども、投資している銘柄で損失大きくなってくると難品したり戻ってくれと祈ってしまうことよくあるかと思います。そんなような状況だったのかもしれません。で、原値が8861円とかなり吹き上げてしまっていますので、すべてのポジションが大幅な損失になっているという状況で、結局3月24日の週はもう諦めて再び買い戻しに走っているということで、24日のマイナス16万株買い戻し、26日のマイナス22万株買い戻しとなっていますが、これでもまだ98万株程度の空売りが残っている状況です。さて、空売りの投機化、やばい動きを詳しくご覧いただきましたけれども、もしかしたら11月から3ヶ月間ずっとほったらかしで引っ張ってしまっていた空売り投機家がいたということですね。それでは新興電工成立はしましたけれども、明日明後日にでも上場廃止になるというような銘柄ではありません。先ほどバークレイズの返済履歴で3月24日および3月26日の返済ありましたが、マーケットでの出来高をご覧いただきますと、急に増えているわけです。もともと18万株程度の出来高だったのが10倍以上にもなっているといったところで、このバークレイズからの返済に関しては24日125万株の出来高がついて 16.5 万株の返済、3月26日は133万株の出来高がついて 22.5 万株の返済と、場で約定されているだいたい5分の1、6分の1ずつぐらいしか返済できてないとなると、残りの97万7000株どうするんだと。もはや28日はほぼほぼストップ高で張り付いて出来高わずか47万株ですので、この5分の1取れてたとしても9万株と
あと10日間、それはさすがに言い過ぎですね。もしかしたらまだまだしこり続けているのかもしれませんし、どこかで大きく返済ができるぐらい出来高の確保が叶ったかもしれないし、それは今後の空売り大量保有報告を見ていくことになります。比率的にはまだまだ苦しい状況かもしれないというのが、あるいは指数から抜けてしまって長期保有ファンドが売ってくるのを待つというのも手かもしれません。ということで、そういった一連の記事がブルームバーグ上でも取り沙汰されておりまして、こちらの記事においても TOB の話であったり、ショートポジションの解消に苦しんでいると、流動性が下がっているにもかかわらず、空売りをしすぎてしまったというようなことも書かれていますが、下から2番目ですね、東証が公表する銘柄別信用取引週末残高によると、売り算は 22,200 株と 4.4 倍に膨らんでいた。比率に関して膨らんでいるという情報は幾分か価値があるかもしれませんが、2万株程度の情報ではあまり役に立たないなといったところ、あんまり関係ない数字を情報源に持ってくるんだったら、印象操作も注意してきた方がいいというような内容ですね。情報としての揺れが記事の中に含まれることがあるというのを気をつけていった方がよろしいかと思います。ということで、先ほどは空売り投機間の苦しい状況がまだ続いているのかなという推測を過去の動向からご覧いただきましたけれども、それをもってですね、今後どのように進展していくのかというのも踏まえて、結局はですね、上場廃止に向かいます。すぐには向かいませんが、後々は上場廃止予定ということで、この官民ファンドの会社がこの後富士通の株、そしてまだ流通している株をすべて強制的に買い上げて上場廃止をするという予定ですね。比率に関しては上の2社 43.86% と富士通の 50%、この 93.86 から逆算して 6.14% がまだマーケットに残っている。そして株数は先ほど大量保有報告のところで出ていましたので、逆算することで流通している株数はまだ830万株程度があるということですね。ただ830万のうちの100万株ぐらいが空売りに残っているとなると、かなりきつい買い集めにも苦しむんじゃないかなと、どこまで行くんだと言われるとわからないですけれども、それこそ明日以降出来高がどれぐらいつくかというところと、買い戻しポジションの解消が順調に進んでいくのかというのを日々追っていくしかないというところですね。でもマーケットで新興電工の株見てると、とんでもなくずっと買い続けている人がいるなと、もう約定がつくタイミングがピロ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 って TOB かかってますか本当にみたいな動きで、アルゴリズムで定期的にボンボンボンと、アルゴリズムとかも関係ないぐらい、もうひたすら買わなきゃみたいな状況になってますので、その方でも少し脳汁出るわと申し上げましたが、非常に面白い展開、その最中にありますので、今回ご紹介した事件のシナリオ、少し頭に思い浮かべながら、今週以降も新興電工の株、動きをご覧いただければと思います。もしかしたらですね、長期保有の方でも猛者がいて、釣り上がったところで割れ先に抜けるぞってなって、今度はドカンと下がるといったことも、なきにしもあらずということなので、くれぐれも流動性がきつい銘柄であるというのはご注意いただければと思います。あとですね、個人的に少しどうなるのかなという疑問ですけれども、事件があると誰が一番メリットを享受するのかというのを考えるのが、癖ではありまして、今回の場合ですと、流通している830万株のホルダーですね。あとは富士通がこの GCC にいくらで渡すと決まっているのか、それとも上場廃止時点での株価になるのかとなると、ちょっとそこまで調べてないですけれども、その場合は富士通が黒幕みたいなところも、ちょっとそれは考えすぎかもしれません。誰か来たようですね。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。